サイエンスニュースを伝える理系通信。今回のテーマはイメージセンサーです。イメージセンサーというとスマホなどのカメラには必須の半導体となっていまして、その世界シェアのトップはソニーです。こちらですね、ソニーの世界シェアはこれ2022年で 42% とダントツとなっていまして、さらに2025年にはこれをですね 60% に引き上げようとしています。ただですね、サムスンとかですね、あとオムニビジョンとかですね、ライバルの激しい追撃を受けています。こうした中ですね、ソニーはどんな技術をテコにしてこのトップの座を維持し、さらにシェアを伸ばそうとしているのか詳しく迫りたいと思います。ゲストをお呼びしています。ソニーセミコンダクタソリューションズの梅林拓さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。胸にある何かキラッと光るものが目立ちますけども、そちらは何でしょうか。はい、これは指樹宝章といいまして、ソニーが今主力で作っている積層型 CMOS イメージセンサー、これの発明と実用化を成したということで、2020年に国から授与していただきました。でまさにその発明された積層型というのがこのソニーの半導体のポイントとなってくるということで、このあたり詳しく後ほど説明いただけたらと思います。そしてもう一方は同じくソニーの小関健さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で小関さんは、スマホ向けですかねのイメージセンサーを担当されていると。はい、現在はスマホ向けを中心に、半導体というと、ここ 2,3 年ってかなりメディアにも登場するようになって、ワールドビジネスサテライトでもですね、トップニュースに半導体のニュースが来ることがあって、数年前には考えられないような状況になっていまして、私も数年前まで地上波のニュース担当だった時にですね、半導体の企画を提案したらですね、即却下されたことがありまして、数年前ですね業界誌じゃないんだぞみたいなことを言われて怒られた記憶があるんですけれども、今はもうかなり状況は変わっているという状況なんですが、ただそんな中イメージセンサーがニュースに上ることがあんまないかなっていう、こんなにスマホにも使われてて、そして日本企業がトップの分野にもかかわらずあんまりニュースにも登場していないということで、今日はですね、そんなイメージセンサーがどういったものなのかということについて詳しく、そして分かりやすく教えていただけたらなというふうに思っております。で詳しく話を伺う前にその物を見た方が分かりやすいだろうということで、そちらイメージセンサーを持ってきていただきました。なかなか普段イメージセンサーって言っても、その実際のものを見る機会ないと思うんですけれども、実際にはこういう四角い板状のものになっています。左上からいきますと、スマートフォン向けによく使われているようなもので、隣はすごく大きいですけれども、一眼レフカメラとかですね、デジタルカメラに使われている大きな製品ですね。あとは最近は車に乗ってもいろんなところにこのカメラがついているのを感じると思うんですけれども、その車用途のイメージセンサーでしたり、あとは街に出ればいろんなところにカメラがあるっていうのも感じると思うんですけど、そういうそのセキュリティカメラ向けのイメージセンサーですとか、多種多様な製品展開をしているっていうことになります。素人が見るといろんな大きさ展開してるなぐらいにしかちょっと思わないんですけれどもただ用途によってはその中にいろんな別々の技術が搭載されているということですね。そうですね、はい。でそもそもですね、このイメージセンサーとは何なのかというところを簡単に確認していきますと、レンズから入った光を電気信号に変えるものだと。世の中にある半導体というのは一般に電気を相手にしていると思うんですけれども、イメージセンサーに関しては光を相手にしている、そこが大きく異なってくるだと。でもう少し詳しくお伝えしますと、例えばカメラがこういった風景を撮影しようとなった時に、イメージセンサーはどんなことをしているかというと、こんな感じで細かいメッシュに分割して、それぞれのメッシュで光を検知していると。でその一つ一つを画素というということで、最近何千万画素とか何億画素とか聞くと思いますけれども、それはこういう細かいメッシュ状のものが何千万個もあるということですね。で具体的にその画素の中でどんなことが行われているかというと、光がフォトダイオードという半導体に入って、ここで電子に変換されていると。光電変換とかっていう物理現象を使っているということですね。ただここで出てくる電子非常に弱いので、これを増幅器、トランジスタを使って信号を増幅させていると。こういったものが何千万個もこの一つのチップの中で行われているということですね。もちろんカメラっていうのはこのイメージセンサーだけで決まるものではなく、もちろんレンズもありますし、この後の画像処理エンジンですかね、ソフトウェアの処理も重要になってくると思うんですが、近年このイメージセンサーのこの発達によって画質が進化しているようなイメージあるんですけれども、なぜここまでカメラを語る上でですね、イメージセンサーって重要になってくるんでしょうか。はい、皆さん画質がいい写真が撮りたいっていうふうな、思いを持ってると思うんですけれども、やっぱこの画質を決める部分がまさにこのイメージセンサーに当たるものです。で画質というと非常に曖昧な表現になるんですけれども、いろんな要素によってやっぱ画質っていうのは語る必要があります。で例えば
解像度ですとか、あるいはノイズが多い少ないであったり、あとはダイナミックレンジですね、暗いところから明るいところまで滑らかに映すですとか、やっぱそういった画質に関わる要素っていう大半がですね、このイメージセンサーの特性によって決まってしまうというところはやはり一番大きなポイントです。当然その後の信号処理ですね、電気信号に変換した後の処理でですね、ディスプレイに移すまでの過程においてもいろんな処理は入るんですけれども、やっぱり一度損なわれてしまったこの映像信号っていうのを復元するということはできませんし、ノイズが入ってしまったらですね、それを取り除くっていうのも非常に大変な作業になってきますので、やはりいかにありのままを電気信号に変換するかというところが、この画質にそのまま直結するという部分で、それを決定づけるのがこのイメージセンサーであるということになります。理想的にはこの絵の情報を100とした時、できるだけ100の情報を後のところに送り込みたいということですよね。それが一昔前はここでかなり70とかに減らしていたところをより100に近づけている、そういう進化が起きているということですかね。なるほど。一般にこの半導体の開発競争というとやっぱりお金がある企業が勝っていくみたいなイメージが非常にありまして、毎年のように何兆円規模の投資できる企業が勝ち残っていくみたいなイメージがある一方で、よくですね、このイメージセンサーに関してはお金の勝負とは無縁だみたいなことをよく聞くんですけれども、その他の半導体とのこの決定的な違いとかどういったところにあるんでしょうか。最近本当によくニュースも増えてると思うんですけども、その半導体工場にいくら投資するとかですね、例えば生成 AI を生み出すためのこの計算処理をするような半導体ですとか、そういったロジックの半導体についてはやはりいかに微細化をしてたくさんのトランジスタを搭載してどれぐらいの計算能力があるかっていうのが競争のポイントになってきます。でやっぱそういう意味では非常に投資が必要な領域であるということは間違いないんですけれども、やっぱりイメージセンサーっていうのはそれとは全く違う技術競争をしていまして、いかに効率よく光を取り込みますか、それをいかにノイズも少ない状態でアナログ信号にまず変換して、それをさらにデジタル信号に変換してっていうところっていうのは、先端の微細の半導体の装置を買ってきて買ってくればできるかというと、そういうものではなくてですね、いかに光を扱うかっていう特殊なノウハウっていうものを求められるっていうところがやはりお金だけではない競争の要因になってくるという部分ですね。その世界のビッグテックがお金を武器に参入してきても勝てませんよという、そういうことですかね。そうですね。お金だけを使って装置を用意してもイメージセンサーを作るというのは非常に特殊なノウハウを求められる産業であるというところがあると思います。なるほど。そんな中、ソニーは具体的にどのようにしてですね、このイメージセンサーの分野でトップを維持してきたかということで、これイメージセンサーの売上高ですね、年間の、ぐいぐいと右肩上がりですけれども、この成長はこれどういったポイントがあるんでしょうか。一つにはやっぱりカメラっていうものの用途が非常に広がってきたというのがあります。で振り返ればですね、家庭用のビデオカメラとかもごくわずかな出荷台数からスタートしてですね、でやっぱ市場自体はその後、デジタルカメラが普及したり、スマートフォン買えば必ずカメラがついてますし、それも1つじゃなくて2つ3つとついていると。このカメラ市場の拡大とともに我々のイメージセンサーの売り上げも一気に伸びていったというところになります。でそのポイント、ブレイクスルーというのがこの2つになってくるということですかね。裏面照射型という技術、そして梅林さんが発明された積層型、これをてこにしてここまでの急成長になっているということで、ここからは、メインはこの積層型ですけれども、その前提となる裏面照射型についても詳しくお話ししていただけたらと思います。まずは裏面照射型、いきなり難しい図が出てきてちょっとおげっとする人いると思いますけれども、どういう技術が詰まっているんでしょうか。左側に表面照射型、これが昔ながらのということですね。で右側が今紹介いただいた裏面照射型ということになるんですけれども、イメージセンサーですので、上から光が入ってきて、レンズを通して、でこれですと配線層を通過して、フォトダイオードに入ってようやく電子に変換されるという形なんですけれども、この模式図でも分かる通り、必ず配線層の上を間を通って光というのをやってきますので、やっぱりそこでこの道が狭くなるというかですね、少し光が制限されるということがあります。ある時ですね、やっぱりこの、上はどうしてもいろいろ混雑してるんですけども、下を見たらですね、開いてるんじゃないかと。ここガラ空きだぞ。ガラ空きだと。で下から光を入れたらどうだと。
こっちからですか。そうすると障害物がないのでもっときれいに光が入るんじゃないかと。この部分を上下ひっくり返したと、はい、フォトダイオードの部分を上に持ってきたと。シリコン基板というものがもともとあってで、その上にフォトダイオードを作ってその上に配線層を乗せていって、この順番っていうのはどうしても半導体の製造上変えられないんですけれども、そうするとやっぱりこのシリコンの基板っていうのが逆に上に来ますので、そのままでは光は入らないです。でやっぱりそれをこう薄く削っていってですね、フォトダイオードの面が表面ギリギリまで出てくるまで削っていくとか、これを上下ひっくり返して、レンズをつけてですね、左の絵でいうと下から光を入れるような形にするとよりこう光がたくさん入るだろうという、こう単純な発想ではあるんですけれどもこれによってかなり解像度を上げながらもこう性能もむしろ上げていったと。ギリギリまで研磨していくと、でひっくり返しているということですよね。ただギリギリまで削ったとはいえちょっとは残ってるんですよね。ちょっとは残ってますね。それがなんか悪さするんじゃないかなと素人から思うんですけれども、その辺はもうすでにもクリアしてると。そうですね、いきなりシリコンに光を当てますので、ちょうどこの上に赤緑青ってこう分かれてると思うんですが、これはそれぞれの RGB のこの三原色を混じってしまってはいけないので、いきなりシリコンに光を当てた時にそれらが混じらないようにっていう工夫は追加でやる必要はありますので、そういった色をしっかり分離するっていう技術を開発した上でさらにシリコン側から光を入れてっていう、実はいろんな細かい技術の組み合わせでようやくこれが実現できたと。ようやく商用化につながったということですね。それが2009年出荷開始と。でさらに積層型というのも発明されて、それでどんどんシェアが伸びていったということかと思うんですけれども、こちらを発明されたのが梅林さんということで、これどういう技術なんでしょうか。簡単に例えられるのが、平屋建てのお家を2階建てにしたと、そういうふうによく例えられます。なるほど。そうすると、土地を有効に活用できるんじゃないかと、そういうコンセプトになっています。従来型っていうのは光を受けてそれを信号にする画素という領域と、画素から受け取った信号を処理して外に出す回路っていうところがあったんですけど、この2つが役割が全然違うんですね。二面照射型っていうのは今説明がありましたけど、やっぱりどうしても出来上がったウェファーを裏返しにひっくり返さなければいけないので、製造工程としてはどうしてもプラスアルファのステップが必要になります。製造上は高くなってしまうんですけど、これを将来は、携帯電話に使いたいと。だから安いものを開発してくれって言われたんですね。でどうしようかなと悩んだ挙句、画素と回路って全然違う特性が必要になるもので、製造プロセスも違うので、ちょっと天の弱なんですけども分けちゃえばいいんじゃないかと。これを別々に作る、画素と回路を別々にして後から上下に重ねてしまえばいいんじゃないかと。そうするとチップ自体が小さくできますから、直径300ミリのシリコンの板の上に素子を作っていくんですけど、1枚のウェファーあたりのトレ数が非常に多くなったんですね。ということは少ないウェファーで大量の生産品が取れると、コストを落とせるんじゃないかと、そういうふうに思ったのがきっかけです。コスト低減が最初の目的だったんですか。そうです。そうなんですね。二面照射型を安く作ってほしいというふうに言われて、それでこういうことを思いつきました。それが何年ぐらいの時ですか。これは2008年の初めです。二面照射型が出荷される前からもう次のことを。そうです。なんでそういう発想に至ったんですか。誰もが思いつかなかったようなことを。もともと僕はイメージセンサーをやっていなくて、この周辺の回路領域を担当していました。もちろんこっちですか。はい、そちらが僕の専門になります。でそれをやっていた僕が厚木のイメージセンサーの開発に参画することになって、そのようなことを言われた時に、やはり画素と回路ってあまりにも製造プロセスが違うので、これを一つのウェファー上に作るととても製造上やはり非効率だなというふうに思ったのがきっかけで、できればその回路領域から画素を切り離してしまいたいと。つまりこの専門の回路からするとメインの画素の部分が邪魔だと。ちょっと逆の発想なんですけど、そういうふうに思って別々に作ればいいんじゃないかと思ったのが最初です。もともと回路領域やってたってことはプロセッサーとかその辺を。そうですね。
はい、セルをやってたと。そうです。ゲーム用のグラフィックチップとか、それからそのセルチップとか、プレイステーション3に搭載されていたセルですよね。ソニーさんと東芝さんと、IBM の共同開発ですかね。で展開していた、当時としては驚異的なスペックを持った半導体で、そういうものの開発から量産立ち上げをずっと担当してきまして、一仕事を終えて厚木に帰ってきた時にイメージセンサーをやるということでこれを担当することになって思いつきました。なるほど、ただイメージセンサーのチームに入れって言われた時はこっちの人が多いわけですよね。そうですね。そっちの方が圧倒的に多いと思います。でも逆にだからこそ思いついたと。そうですね。こことここ全然違うじゃないかってことで、なるほどですね。で今お話としてはこれコストを下げるために生まれたっていうことですけれども、その画質とかの面でこのメリットって出てくるんでしょうか。これは一つは回路領域を画素の下に置くことにしたんですけれども、もう圧倒的に画素の領域の方が大きいので、回路の領域が非常に広く使えることになります。今までできなかったような機能であるとか特性を示すような回路を下に入れることができて、多機能にすることができるようになりました。今まで隙間みたいなところにあったやつを大面積で取れるということで、処理速度とかもなんか上がってくるようなイメージですかね。そうですね。それもできるようになりました。で2つ目は、上と下を分けたことによってそれぞれ一番最適なプロセスを取ることができるようになりました。画素はもう画素のためだけの製造プロセス、それから回路は回路のためだけの製造プロセス、それから世代も別に一緒にする必要はなくて、例えば画素は光を取り込むためにできるだけ大きな画素を使って、回路の方はできるだけ高速低消費にするために世代をずっと進めてしまう、微細加工にしてしまうということもできるようになって、例えば一体型だと同じテクノロジーノードっていうんですけど、同じ配線幅でテクノロジー作らなきゃいけないんですが、それがなくなったので非常に早く開発ができるようになったと思います。細かい話になるんですけども、その積み重ねるなんですけども、これはウェハーって丸いやつですよね。よくニュースとかでも出てくる、それ単位でやるんですか、それともチップ切ってから積層させるんですか、どっちなんですか。スマートフォンはかなり大量の生産をしなければいけないので、もう最初からウェファーとウェファーを一気に貼り合わせる方法を選びました。そっちの方がメリットが大きいんでしょうか。はい、もう圧倒的に短時間で大量の生産品が作れるので、ただだからこそ難易度というか精度とかも上がってくると。よく例えで言うと、スマートフォンの表面に保護フィルムを貼るようなイメージ、一点をまず接触させて、そこから空気がないようにスーッと貼り合わせ面を伸ばしていくという感じなんですけど、これも一緒で、実は300ミリのウェファーでそれをやらなければいけないんですが、ウェファー表面って非常に硬いものなので、柔らかいフィルムを貼るのと違って硬いもの同士を一点に接触させて、そこから空気が入らないように貼り合わせ面をスーッと広げていくっていう操作が必要で、表面が相当かなり平坦になっていないとできない技術でした。なるほど。それから当然2階と1階に分けたので、上と下をつなぐ階段が必要なんですけど、これコンタクトっていって、電気の通り道を作るんですが、電気的な接続。そうですね。一つのチップの中に数万箇所これを作ることになります。なので、完全にきちっと位置が合っていないとコンタクトができないという問題があります。これもよく例えて言うんですけれども、ホームベースから野球のバックスクリーンまで120メートルの円盤を2枚持ってきて、それをぴったり貼り合わせるときに、どこでも1ミリ以下の精度で合わせないといけないんです。なるほど。そのぐらいの位置精度でピタッと合わせて、しかも空気が入らないようにピタッと合わせなきゃいけなくて、これが非常に難しくて 1.5 年ぐらいかかりました。思いついてから。なるほど。でそうした困難を超えて、今ってソニーさんが作るそのイメージセンサーのほとんどはこれになってるんでしたっけ。そうですね。もうほぼ大半が積層型になっていると思います。なるほど。ここまでソニーさんが発明した裏面照射型、そして積層型のポイントについてお伝えいただきましたけれども、最近のソニーのそのイメージセンサーの特徴でいうと大判化、特にスマホでいうと1インチ型の大きいやつを開発していて、これって確か他社さんはまだやれてないところだと思うんですけれども、このセンサーの大判化で、事実上ソニーが独占できているのってどういったポイントになってるんでしょうか。今日モバイルの最新の
イメージセンサーをお持ちしてるんですけども、大きい方が1インチのモバイル向けのセンサーでして、これがスマートフォン向けでは今最大の大きさのこんな大きいのがスマホに入ってるんですね。イメージセンサーってやっぱり基本的には大きい方が性能が良くなっていきますので、非常に綺麗な写真、例えば本当に暗いところとか星空を撮るとかですね、そういった撮影もできるぐらいの性能を持ってるっていうのはこの1インチのイメージセンサーでして、半導体って基本的に同じ300ミリのウェハーから取るんですけれども、大きいとその取れる数が減るので、もし1個でも欠陥があるとですね、そのチップダメになってしまうので、その中の1点でもダメなところがあるともう廃棄みたいな感じですよね。廃棄しなければいけないので、当然我々出荷前にそれがないように検査をしてから出すんですけれども、やっぱり大きいものを作るっていうのはそれだけ欠陥を発生させないウェハープロセスっていうものがないと十分な数が取れないというところで、半導体工場としての実力が問われる領域かなと。論文とかに出てくるような話じゃないということですね。これはもう本当に工場の中での日々の改善の積み重ねっていうノウハウの力っていうのが重要になってくる領域かなと思いますね。一方でこのスマホのカメラで起きているもう一つのトレンドが画素の微細化です。さっき説明したようにこういった風景を撮るって時にイメージセンサーどんなことをしているかというと、細かくメッシュ状に分かれてこういう細かい画素に分けてそれぞれで光を検知しているっていう話でしたけれども、今起きているのはこの画素をどんどん細かくしていきましょうということですね。画素の微細化によって最終的には多画素化になっていくと、画素が非常に多くなると、それによって撮影されるその映像っていうのが非常にきめ細やかになってくるということで、最近では1億画素とか2億画素とかスマホで聞くようになってきました。でもうちょっと細かく言いますということで、これあくまでも論文上のお話ですけれども、こちらが年代です。そしてこれがですね、縦軸が画素の大きさですね。見ての通り年代を経るごとにどんどん画素が小さくなっていますと。でもちろんここにですねソニーというプレイヤー登場するんですけども、それ以外にもサムスンとかオムニビジョンというのが登場してきています。特にやはりこの微細化で世界を引っ張っているのはサムスンということで、最新では 0.56 マイクロメートルと、一つのこの粒々が 0.56マイクロメートルと非常に小さな画素を実現している、それによって多画素化を実現していると。実際、サムスンは2億画素ですね、モバイルで2億画素を実現しているということですけれども、この動向、画素の微細化に関してはソニー負けてんじゃないかなっていう感じなんですけども、サムスンさんの動向どのようにご覧になってますでしょうか。まずこちら論文ベースで用意いただきましたけれども、ソニーとしてもですね、0.6 ミクロンのセンサーっていうのはもうすでにリリースしておりまして、この論文の情報では 0.70 ですが、この後に 0.60 をもう商品化もしていると。もうすでに出荷も始めておりまして、なので決して我々も微細化を苦手としているわけではないんですけれども、確かにサムスンの 0.54 ですとか、2億画素っていうのはやはりすごい技術だなっていうふうに我々も思っています。ただやっぱ画質っていうのは本当にいろんなバランスで出来上がるもので、解像度を上げれば上げるほど確かに階調は滑らかになっていくんですけれども、この一つの画素っていうのは当然小さくなっていきます。で先ほど大型化し